こんにちは。今日は京都2日目、鴨川からお送りしてます。今日ね、レコヤ行って動画回す予定なかったんですよ。下鴨神社に行って、忠須の森歩いて帰ろうかなと思ったら、めちゃめちゃ雨に降られて、見てください。ちょっと動画載っけときますね。半端なくて。で、歩いたら乾くだろうってことで、鴨川沿い、ふらっと散歩してて、で、Google マップ見るじゃないですか。あれみたいな。近くにレコヤあって、ふらっとね、軽い気持ちで立ち寄ったら、めちゃめちゃいいお店で、普段私たちがおすすめするソウルとかジャズが好きって方はぜひ、刺さるお店だと思うんで見ていってください。じゃあこの後ちょっとお店の中の様子映そうかなと思います。はい、ゲーム実況ならぬパタパタ実況をやっていきます。こちらのフォントレコードさん、河原町丸太町っていうバス停のすぐ近くにあって、猫カフェの上にありました。ちょっと分かりづらいんですけど、ビル入って階段上がって2階に行けばあるので、ぜひ行ってみてください。で、まず今見てるのがジャズのところですね。こちらのお店さん、ジャズとかあとソウルとかヒップホップとかブラックミュージックがめちゃめちゃ強くて大好きなお店さんでした。最近なんだかんだ知ってるアーティスト増えてきたなって思ってたんですけど、ちょっと知らないアーティストがめちゃめちゃいて面白かったです。結構知らないアーティストいっぱいいたんで、なんかジャケ買いしようかなってこの時は考えながらパタパタしてますね。皆さんジャケ買いってされますか？私たちはレコード歴結構浅いのでジャケ買いすることも結構あります。ぜひされる方はこのジャケットで買ったらめっちゃ良かったみたいなアーティストであったり作品教えてほしいですね。私たちは結構ブルーノートのジャケットに惹かれがち。ブルートレインのジャケットとかめちゃめちゃ好きですね。あとはサムシングエルス、あれもめっちゃかっこいいですよね。パッド・メセニーとかね、好きなアーティストがたくさんありました。ぜひ最後まで私が何を買ったのか予想しながら見ていただけたらなと思います。で、ちなみに先に言っておくと、今回は3枚ゲットしてます。だいたい3枚ぐらい買うことが多いですね。なんかあんのかな、自分の中に。ちょっとわかんないですけど。ジャズ聴かれる方はどの楽器が好きとかってありますか？私は割と結構いろいろ好きなんですけど、ピアノとベースの音が結構好きかなって最近思ってます。ぜひ皆さんの好きなジャズの楽器教えてください。アーティストもね、ぜひ教えてください。オープニングでも言ってるんですけど、この日は本当にレコード屋行くつもりありませんでした。下鴨神社行って参拝して、で忠須の森歩いて観光しようかなって思ってました。でこの下鴨神社とか忠須の森っていうのが私の好きな森見富彦作品の聖地になってて、ようやく行けて嬉しかったですね。さざれ石とかあったり、あとは干支の社みたいなのがあって、私はネズミ年なのでネズミ年のところにお参りしてきました。パワースポットというかマイナスイオンを非常に感じる場所ですごくいいスポットでした。観光も行ったらいいんじゃないかなと思います。下鴨神社見てたら縁結びのお守りとかいっぱい売っていて、そういう神様なんでしょうかね。それをお参りしたから今回結構いいご縁がありましたよ、レコードと。ぜひ最後まで見ていってください。そんな感じでね、今からソウル見始めたんですけど、一人で喋るの辛いから来てもらった。一人でブツブツ言ってんなと思って。かわいそうでしょ。
頑張ってちょっと奥の方で聞いてましたけど頑張ってたね。でもなかなか良かったんじゃないですか、アフレコ。誰目線でね、なんかスッと私はねいい感じだなと思って聞いてましたけど。よかったです。このお店すごかったんだよ。なんかね、レコードだけじゃなくて、なんか本も売ってんの。あ、そうなんだ。で、なんか SF の本がめちゃめちゃ置いてあって、聞いたことないようなタイトルの本とかがめっちゃあったのね。最近私本も読むじゃん。こうレコード聴きながら、ここの店主さんの音楽の趣味がすごくいいなと思ったの。だから本も買おうかなと思ったんだけど、むずすぎて買えなかったね。あ、ちょっと見てみたんだね。そうけどむずそうだった。あとあらすじのとこで難しいんだ設定がもう、SF 普段読まないからさ。そっか。でも映画とか好きじゃない？映画は好きね。本ってなると難しいんだ。むずい。あなたの友達が3体好きとか言ってたじゃん。言ってた、ね、あれも SF？ あれ SF、ゴリゴリの SF。そうなんだ。ネットフリックスのドラマでやってて、私ちょっと見たんだけど、めちゃめちゃむずくて。あ、そうなんだ。そう。今思えば欲しかったなってやつがね、これめっちゃあんの。やばい。スライ&ザ・ファミリーの、なんだっけ、スライ&ザ・ファミリーのアメリカ国旗のアルバムがめっちゃいいの。買えばよかったなと思ってて、そういうのあるからね、ちょっと辛いですね。動画撮ってると、あれあったなみたいな。今見たらっていうのありますね。結構一人パタパタってそういうの頻発するよね。する。もうニューヨークでもコメント来まくりだったからね。すいませんっていう感じと、あと悔しさとね。マルチタスクがむずいよねやっぱり。そうなんだよね。なんか見たい気持ちと見てたらなんかどんどんこう画角がずれてたりとかありますから。このロジャーとかもこれめっちゃいいんだよ。もうソウルは一番好きなジャンルですよね。そうだね。なんか気持ちいいよね、聞いてて。なんかあれ最初からずっとソウル好き？確かに最初の方にもアースウィンドウすぐ買ってきたりとか、確かにね、結構好きだ。そうだよね。なんかずっと一貫してる気がする。スティービー・ワンダー好きだし。これは何ですか？アレサナウ、欲しいやつ。やっぱレアだからさ、それなりに値段はしたって感じだね。いろいろ聞くようにはなったけど、軸にソウルがあるなっていう。そうね。印象がありますね。あなたロック好きだもんね。そうなんですよ。やっぱり夫の影響は大きくて、ついでソウルジャズがせめぎ合ってるっていう感じであるんですけど、なんかメキメキとロックが来てます。ビートルズ大好きだしね。そうだね。ビートルズがやっぱり聞きなじみも昔からあって、改めて聞いたらやっぱかっこいいな。知らない曲とかも素敵だなっていうのがありましたね。オアシスとかもね、ドラマの影響で。そうでした。オアシスね、恥ずかしながらそんなに知らなくて、レコード聴くまで多分耳にはしてたんだろうけど、あんま認識してなくて。そうなんだ。そうなの。改めていいなってハマってますね最近。で今ロック見始めたんだけど、ロックも結構な数ありましたね、そう考えると。スティーリー・ダンもあったし、この後多分出てくると思うんだけど、レアなやつっていうか人気のやつありましたね。これも大名盤欲しいなとは思いつつ、ちょっと今回はスルーして、ネタバレしちゃった何買ったんでしょうかとか言いながらね。でも私やっぱりロックはまだあんまりわからないからね。パタパタの引き上げが少ないよね。どうしても自分が好きなとこをこうやっぱこうなっちゃうからね。店主さんと会話できるようになるといいよね。わかる。なんか次のステージ行ったわっていう感じするよね。私も今回はまだ聞けなかったですね。おすすめなんですかとかは。いや、一人だとなかなかでしょ。撮影交渉するので精一杯確かに今ちょっといつも分担してるんで。そう、外部担当、外部交渉係と。そうそうなんですよ。そんな感じでこちらのお店の様子は以上でした。じゃあ最後購入品紹介見ていってください。
お店がホントレコードさんっていうお店でした。どうでした？いや、ちょっとめちゃめちゃテンション上がっちゃって、本当に動画撮るつもりもなかったし、レコード買うつもりもなかったんですけど、ダメですね。いや、めっちゃ良かったです。で、今回3枚ゲットしました。今日買ったの全部今までで買ったことないアーティストですね。じゃあ早速1枚目から紹介していきます。ロベルタ・フラッグとダニー・ハザウェイのコラボの1枚ですね。で、これは72年の作品なのかな。裏に72年って書いてるんですけど、ビルボード200で3位にランクインして、R&B アルバムチャートで2位。で、ジャズアルバムチャートでは10位に入ったみたい。めちゃめちゃ名盤ですね。で、この中にそのめっちゃ有名な曲、You Got a Friend っていうのが入ってて、めちゃめちゃ人気だったみたいです。ダニー・ハザウェイ欲しい欲しいって言って、ようやく1枚出会えた感じです。ふらっと入ったお店でね。やっぱそういう出会いなんだろうね。いや、良かったです。ゲットできて。続いてがソニー・ロリンズのモダンジャズカルテットです。でこれね、よく見たらアートブレイキーも参加している作品で、私このソニー・ロリンズなんか1枚欲しいなと思ってて、で、ゲットできた感じですね。これ51年録音って書いてあります。ここら辺の年代のジャズってなんかハードバップとかバップとかって呼んだりするんですかね。あんまり詳しくなくてわかんないんですけど、最近ちょっとハードバップっていうのが気分かもしれないです。そんな中でソニー・ロリンズゲットできてよかったです。何枚かあったんですけど、ジャケットで惹かれたものを選びました。最後3枚目、リー・モーガンのザ・サイドワインダーです。なんか名前知らないけどめっちゃジャケット惹かれると思って買ったんですけど、調べたらめちゃめちゃ名盤だったみたいですね。これは64年のアルバムで、ブルーノートレーベル創設以来の大ヒットになった作品みたいですね。ジャズとして空前のベストセラーだったみたいです。すごい名盤じゃん。よかったね。ジャケットに惹かれて買えてよかったねって感じですね。この後歩きながら京都駅まで帰ろうと思うので、その道すがら聞きながら帰ろうと思います。いかがでしたか？今回3枚もゲットできたんですけど、やっぱりこうなんか店のラインナップ見てて、うわ、めっちゃ自分と趣味一緒だとか思うと、いろいろ知らないアーティストも挑戦したくなりましたね。だから今日全部今まで持ってないアーティストの、3枚買わせてもらいました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバーイ。